女子大生を殺し何食わぬ顔で舞台に立つ人気俳優。幸せの絶頂にいたはずの彼が殺人を犯した理由とは。2010年5月21日、アメリカカリフォルニア州フラートン地方劇場ハンガーアーティストシアターカンパニーではミュージカル9の公演が行われていました。スランプに陥った映画監督と女性たちの愛の物語を描いたこの作品で主演を務めるのはダニエル・ウォズニアック。演技力に定評のある地元では人気の俳優でした。完成度の高い舞台に拍手喝采を送る観客たち。ウォズニアックはカーテンコールに応じながら共に公演を成功させた女優に目配せをします。実はその女優は単なる劇団の仲間ではなく、ウォズニアックが結婚を控えている女性。幸せそうに笑い合う二人の未来には何の曇りもないように見えていました。しかしウォズニアックは一つだけ絶対に幸せになれない事情を抱えていたんです。実は彼はこの数時間前に殺人を犯していたんです。殺人を犯した後、何食わぬ顔で舞台に立っていた人気俳優。男はなぜ幸せの絶頂にありながら手を汚したのか。男は裏切りに裏切りを重ね、自分だけが幸せになろうとしていたんです。おそすけんちゃんです。やみやみかったですというわけでね、やみごさん、最近僕オパーマかけまして。オパーマ、ちょっとエッチね、はい、オオパーマをかけたんですよ。どう？なんかインスタでね、有名な美容師さんへえ。初めて予約していって、でっけえさ、パーマなんかロッドみたいなのかけられてさ、はいはいはい。あん時って滑稽だね、人間。そうかけたことある？でもおばさんみたいな見た目になるわよね。風呂前のサザエさんみたいな。いや、わかんないそれは。風呂前か風呂後かわかんないけど、やるやん、たまに。あ、だからカールが大きいから、何こんぐらいぶっといの巻いたってこと？そうそう。それは見たことない私。で、なんか、美容師さんもかっこいいのよ。で、なんかね憧れちゃった。センターパートやってみたんですけど、マジで似合わなすぎて。いや、わかる、めちゃくちゃわかる。センターパートってマジでさ、似合う人と似合わない人いるんだよね。しかもね、若い方の方が似合うんじゃない？センター。まだ若いつもりやん。失礼しました。まあまあ、そんな感じでね、心機一転ね、頑張らせていただきます。いや、その宣言。本日ご紹介するのはアメリカカリフォルニア州で起こった殺人事件。犯人はなんと人気の舞台俳優で、クルーズ船を使った結婚式とハネムーンを控えていたまさに幸せの絶頂だったんです。いや、そんなクルーズ船で結婚式とハネムーンってめちゃくちゃ豪華じゃないですか。聞いたことないわ、あんまり。でもそんな中になんで殺人なんか犯すわけ？実はこの犯人には一見ね、何の動機もないように見受けられるんです。そもそもこの事件の犯人っていうのは最初はね、別の男だと思われていたんです。というのも、なんと現場では別の男が犯人に見えるように仕向けられていたんです。巧妙な濡れ衣。2010年5月22日、アメリカカリフォルニア州コスタメサ。おい、サム、いないのか？とあるアパートの扉を何度も叩く男性。男性が険しい表情を浮かべているのは、息子のサム・ハーと連絡が取れなくなっていたため、メールをしても電話をしても、サムは丸1日何も応答しなかったんです。やっぱり何かあったんじゃないか。通常サムのような20代半ばの男性であれば仕事の都合などで1日連絡がつかないことも不思議ではありません。ただ実はサムはアフガニスタンから帰還した退役軍人で、帰国後は国の制度を利用して大学へ通っていました。比較的自由に学生生活を送っているサムが家族の連絡に一切応答しないのはいささか不自然に思えていたんです。確かにアメリカってなんでかわかんないけど、一回社会人になってもさ、もう一回大学入り直すと多いイメージがあるわね。そうですよね。アメリカの制度では退役軍人が大学に通いやすいように制度がね、しっかり用意されてるんですよ。というわけで本日のメトラキーワード、GI ビルについて。GI ビルとはアメリカの退役軍人のための援助制度。アメリカでは退役軍人に対し失業保険や年金のほか、大学の学費免除などの教育訓練特典を用意しているんです。アメリカは大学の学費が世界一高いとされており、私立大学の場合は日本換算で4年で2000万円以上の学費がかかるんです。そのため経済的な理由で大学に通えない若者は一度軍隊に入ってから GI ビルを利用して大学進学を志すのも王道の手段となっているんです。結局いくらアパートの外から呼びかけても返事がなかったため、スペアの鍵で部屋に入ることにしたサムの父。するとそこには嫌な予感がしていた彼の予想をさらに上回る光景が広がっていたんです。これはどういうことだ？サムの部屋へ入ると同時に思わず声を上げた父親。そう、サムのベッドの上には下半身をあらわにした女性の遺体が転がっていたんです。
ズボンを切り裂かれたその女性は頭から血を流しており、性的暴行の後射殺されたものと考えられていました。亡くなっていたのはサムの大学の友人ジュリー・キブイ氏。2人はまるで実の兄と妹のように仲が良く、サムは成績優秀なジュリーにいつも勉強を教えてもらっていました。まさかサムに限ってそんなこと。父親は絶対に信じたくはありませんでしたが、ジュリーの携帯にはその夜確かにサムが彼女を部屋に誘い出そうとするメールが残っていました。その状況から察するに、サムがジュリーを男女関係のもつれで殺害したようにしか見えなかったんです。でも犯人は人気俳優って言ってたじゃない。このサムとは違う犯人なわけでしょ。そうなんです。警察がね、捜査を進めていくと、ある男が捜査線上に浮かび上がってくるんです。そしてその男こそがあの人気舞台俳優ダニエル・ウォズニャクだったんです。のらりくらり、友人のジュリーを殺害し姿を消してしまったサム。父親はその後もサムと何度も連絡を取ろうとしましたが、彼の携帯の電源はずっと切られたまま。そして父親はどうにか居場所を探ろうとする中、ある事実に気がつくんです。毎日ロングビーチで金を引き出してるな。サムの父が見ていたのはサムの銀行口座の取引履歴によると、カリフォルニア州ロングビーチの ATM からサムの口座の現金が毎日少しずつ引き出されていたんです。サムはこのロングビーチってとこに隠れてるってことでしょ。 ATM とかで貼っとけば捕まるんじゃないの。そういうね、張り込みなどをしなくても、もっと直接的な方法でお金を引き出した人物にたどり着くんです。ジュリーの遺体が発見されてから4日後の2010年5月26日、カリフォルニア州ロングビーチのとある民家の周辺には警察車両が何台も駆けつけていました。上空にはヘリコプターも飛ばされ、逃走経路は全て塞がれている状況。この家だな。そう、警察はサムの父親が提供した銀行口座の取引履歴から現金を引き出している犯人の居場所を特定していました。犯人はサムのクレジットカードでピザを注文しており、その配達先で居場所が分かったんです。緊張感をあらわに民家への突入の準備を進める警察。次の瞬間、警察ら動くな。警察は民家への突入と同時に銃を構えますが、家の中にいた人物に思わずあっけに取られるんです。その家にいたのは16歳の少年でした。警察に問い詰められると、少年は怯えた様子ですぐに事情を明かしました。このカードで金を下ろしてくれって頼まれたんだ。割のいい仕事があるって。どういうことこれ。サムのカードでしょ。なんで16歳の少年なんかに下ろしてくれなんて頼むわけ。頼んでいたのはサムではなく、この事件の真犯人なんです。少年にサムのキャッシュカードを使って現金を引き出すように指示していたのは、地元の劇団に所属する人気俳優ダニエル・ウォズニャク。彼はサムの隣の部屋に住んでおり、年齢も同い年だったため親しくしていたんです。ウォズニャクは劇団内の女優と婚約しており、2日後にはクルーズ船での結婚式を控えていました。しかし失踪したサムのキャッシュカードの件もあり、警察はこの日彼を逮捕。すると案の定、ウォズニャクは事件の日何があったかを知っていたんです。まるであらかじめセリフが決められていたかのように、事件当日の状況をスラスラと証言するウォズニャク。彼の言い分では、サムは殺人を犯した後、ウォズニャクに逃走の手助けを頼んだというんです。サムの銀行口座から現金を引き出していたことも本人からの依頼だったとすれば合点がいきます。ただそれは警察が次のように切り出した時、念のためあなたの DNA を検査にかけさせてください。その言葉を聞くと、ウォズニャクは急に思い出したかのように別の話を始めたんです。Now, I was in Sam's apartment Friday afternoon. Okay. And I know I did use the bathroom. You did use the bathroom? I used the bathroom, and I went. I'm not sure if I went out on the patio or not. Most of the time I do, but that day I don't know if I did. 警察が DNA 検査を切り出した途端、聞いてもいないのに事件前日の話を始めたウォズニャク。その態度はまるで現場から自分の DNA が検出された時のために辻褄合わせをしているかのよう。不審に思った警察は DNA 検査を行った後、ウォズニャクにカマをかけることにしました。被害者女性の体からあなたの DNA が検出されました。 Your DNA get on her. Someone's running with the body. What's that? 待って、遺体の上にいたとか何の冗談よ。絶対こいつ殺してんじゃん。そうなんです。この後もウォズニャクはどんどん墓穴を掘っていくんです。引き続きウォズニャクに何度も質問を繰り返した警察。そしてそれは警察が次のような質問をした時のこと。君が部屋に入った時、遺体はどんな状態だったんだ。銃弾が2発撃ち込まれていて、ズボンが切り裂かれていました。ウォズニャクのその言葉は被害者ジュリーの死後に現場に行ったという彼の説明に明らかにそぐわないものでした。なぜなら警察がジュリーの遺体を見た限りだと、弾痕は1つしかなく2発銃弾が撃ち込まれたなどと見分けがつく状態ではなかったんです。そのことについて警察が問い詰めると、ウォズニャクはまたし
しても言い分を変えます。いや、サムが2発撃ったと言ってたんです。俺は見てません。以降ウォズニャックは何を聞かれても黙秘を貫き、堅くなに殺人への関与を認めようとはしませんでした。しかし留置所に戻った際、婚約者に電話をかけた彼はもはや言い逃れはできないと悟るんです。ウォズニャックは犯行に使った銃などの証拠を実家に隠していました。婚約者はウォズニャックの兄がそれらの証拠を警察に提出したと説明したんです。こいつが犯人なことは分かったんだけど、じゃあサムはどこ行ったのよって話じゃない？もう何、サムも共犯だったってことなの？そこなんですけど、うんなぜねウォズニャクだけ捕まってサムがね見つからないのか、うん実はウォズニャクは非常に胸くそ悪い方法で犯行に臨んでいたんです。見栄のために被害者ジュリーの遺体が発見される前日の2010年5月21日、犯人のウォズニャックはカリフォルニア州ロスアラミトスの劇場にサムを呼び出しました。それで何を運べばいいんだ。その日劇場にはウォズニャックとサム以外誰もいない状況。ウォズニャックはその日を狙って手伝ってほしいことがあるとサムにお願いをしていたんです。そしてそれは2人が劇場の屋根裏部屋へ上がった時、この家具を運べばいいのか。ウォズニャックに背を向けその場にかがんだサム。次の瞬間ウォズニャックはサムの後頭部めがけて銃弾を放ちました。なんか電気ショックみたいなものが。サムがそう言いかけると同時にもう一度引き金を引いたウォズニャック。2発の銃弾を撃ち込まれたサムはそのまま息を引き取ってしまうんです。なんでウォズニャックはサムを殺したわけ？意味が分かんないわよ。ここだけ見るとねちょっとややこしいんですけど、この後の犯行を見れば全てが繋がっていくんです。その日の夕方、ウォズニャックは殺害したサムの携帯を使い一通のメールを送信します。今晩一人でうちに来てくれないか。ちょっと出かけよう。すごく動揺してて話を聞いてほしい。皆さんは女子大生ジュリーの遺体が発見された際、彼女の携帯にサムからの誘いのメールが見つかったことを覚えているでしょうか。実はそのメールはウォズニャックがサムのふりをして送ったものだったんです。その夜ウォズニャックは何食わぬ顔でミュージカル9の公演に出演。主役を演じフィアンセの女優と共に拍手喝采を受けた後、日付を超える頃、女子大生のジュリーを呼び出しているサムのアパートへ向かうんです。2010年5月22日深夜0時を回った頃、女子大生のジュリーはカリフォルニア州コスタメサのアパートへやってきた。サム、私よ、約束通り来たわ。しかし部屋の中からサムの返事はない。何かひどく悩んでいるようだったから大丈夫かな。夕方に届いた深刻そうなメールの内容を思い返すジュリー。その時だった。あれジュリー、君もサムに呼び出されたの？そう声をかけてきたのは先ほどミュージカルの公演を終えたばかりのウォズニャク。サムのやつ何か思い詰めてるみたいだった。おい大丈夫か。ウォズニャクは慌てた様子でサムの部屋のドアノブをひねる。するとその部屋には鍵がかかっていなかった。ウォズニャクとジュリーは一瞬顔を見合わせると2人でその部屋の中へ入っていく。当然その部屋はもぬけの殻だったが、ウォズニャクはふと何かに気づいたかのように言った。ジュリー見てくれ、ベッドに何かあるみたいだ。ウォズニャクにそう促されジュリーがベッドを覗き込んだその時だった。ジュリーの後頭部に撃ち込まれた2発の銃弾。ジュリーはベッドの上に力なく崩れ落ちた。ジュリーの息がなくなったことを確認したウォズニャクはそこから彼女のズボンをナイフでズタズタに切り裂き、あたかも性的暴行を受けたかのように工作。サムと仲の良かった彼女が部屋へ呼び出され、信頼していたサムに裏切られてしまったかのようにその場を演出しました。うまくいった。これで俺の結婚生活は安泰だ。結婚生活が安泰ってのが意味がわかんない。だって2人を殺すこととウォズニャクが幸せになることと何の関係があるわけ？実はウォズニャクはですね、2人を殺してあるものを手に入れようとしていたんです。ウォズニャクは以前サムからこんな話を聞いたことがありました。大学は GI ビルで無償で通えてるし、アフガンにいた時の戦闘手当で結構貯蓄があってさ、だからしばらくは勉強に集中できるんだ。世間話のつもりで何気なくウォズニャクにそう話していたサム。この時彼は日本円換算で560万円ほどの貯蓄があると明かしていました。その話を聞いてウォズニャクは密かにこう考えたんです。なるほど、こいつの金を奪えば借金もどうにかなりそうだな。先ほども説明したようにウォズニャクは人気の舞台俳優で同じ劇団の女優との結婚を控えています。さらにクルーズ船を用いた豪華な結婚式とハネムーンを計画していました。しかしウォズニャクは人気俳優といっても地方の劇団で注目されていただけ、公演はほとんど収入につながっておらず実態は無職のようなものだったんです。それにもかかわらず恋人の前で見栄を張り身の丈に合わない結婚式を計画していたウォズニャク。借金まみれだった彼は友人や劇団の仲間は当然のこと、知り合いなら誰にでもお金の無心をするほど
追い込まれていたといいます。ウォズニャクはサムを殺害し、彼の貯蓄を自分のものにしようと考えました。そして犯行を隠蔽するため女子大生のジュリーを殺害し、サムを逃亡中の殺人犯に仕立て上げる計画を立てたんです。ウォズニャクはジュリーを殺害した後、劇場の屋根裏に隠しておいたサムの遺体をノコギリで解体。カリフォルニア州ロングビーチの公園に遺棄した後、サムのキャッシュカードで現金を引き出し、それを結婚資金に充てるつもりでいました。事件から6年後の2016年9月、ウォズニャクは2件の第1級殺人で死刑判決。現在もカリフォルニア州のサリナスバレー州立刑務所で死刑執行の時を待っています。俳優として高い演技力で評価されていたウォズニャクは、殺人の隠蔽工作も持ち前の演技力で乗り切ろうとしました。借金まみれであるにもかかわらず、豪華な結婚式を計画し、意中の相手との将来を約束していた彼は、確かに巧みに人を欺ける演技力の持ち主だったのかもしれません。しかし、たとえうまく相手を欺いて幸せを手に入れたとしても、それは本当の幸せと呼べるのでしょうか。あなたは何が満たされた時、自分が幸せだと感じますか？